どうも、指導者ミーティング365指導官のしょごです。この動画は2024年4月27日に沖縄県で男子日本代表の公開練習を撮影したものを小ゴーズカットでいいところだけを切り抜きました。早速ですが、練習前にはブラン監督自身が選手の元に行って今回のプランを説明している様子が印象的でした。練習前の雰囲気はとても明るくて、各々に自分に合ったアップを進めている感じです。ストレッチをしたり、体のケアをしてもらったり、鳥かごを始めたりと、本当に自由な様子です。X で情報収集してみると、この鳥かごは毎回恒例なのかな、よくやってる様子らしくて、楽しそうに鳥かごをしていました。全体ミーティングです。ゲームプランを見たかったんですけど、僕が持っているオンボロのカメラではホワイトボードの字を読み取ることができなかったので、残念なわけですが、選手一人一人が今回のゲームプランに対して真摯に向き合っている様子を見受けられました。さて、アップに移っていきますが、西田選手のアップがめっちゃ良かったので、釘付けになってしまいました。本当は全体を映すつもりだったんですけど、あまりにも西田選手のパフォーマンスが良かったので、西田選手だけに焦点を当てて動画を撮影させていただきました。この西田選手のアップについては、他の動画で公開させていただきますので、そちらを参考にしていただければと思います。今回は飛ばします。アップが終わると、ボールタッチに移っていきます。2人1組でボールを2個使って、1個ボールが落ちたらバックアタックを回避にするというのが条件ならしいです。これは僕も取り入れている練習メニューになりますが、汎用性が高くてルールを簡単にいじれるので、自分たちのチームレベルに合わせた練習メニューを開発することができます。例えば僕のチームだったら、ボールを1回触ったら後ろのエンドラインを踏もうねとか、ボール2回触ったら次の人と交代しようねみたいな感じで、どんどん条件がつけられますので、思考力のトレーニングもなりますので、僕はこれよくアップで取り入れています。それとすごい印象的だったのが笑顔の多さですね。すごい楽しそうにバレーをしているなーって感じで、とてもいい印象を受けました。僕は厳しい練習に否定的では全くないんですけども、やっぱ全日本クラスになると厳しい練習を耐えてきた方々ばっかりなので、強制するよりかは楽しそうにバレーボールをしてくれた方がパフォーマンスが上がるという判断なんだと思います。隣のコートではセッター練習が開始しております。今回の公開練習は、公開練習だからか、あまり特殊な練習というか、変わった練習はしておりません。このセッター練習も多くのチームでやっているような練習メニューの一つではありますが、一つ一つの動きがとても丁寧で綺麗だなっていう印象ですね。特に関田選手の目線を切る動きは全セッターに真似してほしいぐらい、もう何度も必要に目標物に対して視線を飛ばしているのが印象的です。関田選手の安定したセットアップはこの目線を切るから生み出されていると僕は思うぐらい、本当に必要に目線を切ってボールを飛ばしていくのが、僕のチームのセッターにも真似させたいなっていう感じですね。
お次にハイセットの練習になっております。こちらも汎用性の高い練習メニューですね。汎用性が高いっていうのはルールを簡単にいじれるのでいろんな練習ができるっていう意味になっています。今全日本がやってる練習はハイセットからスパイクを打ってトスをつないでもう一回ハイセットっていう流れですが、これ簡単にブロック2枚つけばブロックのハイセットの練習にもなるし、ボールがハイセットで返ってこなければチャンスボールに展開してもいいし、チームのレベルに合ったいろんな練習メニューを展開することができます。続きましてブロックを飛んだ後に速攻に入る練習ですね。高校生の春高クラスになると当たり前のようにブロックを飛んだ後にミドルブロッカーがクイックに入ってきますが、中学生カテゴリーだと上位チームでもなかなかしないことがあるので、この練習メニューは真似した方がいいと思います。あとブロックしてからダッシュで下がる練習にもなりますので、一見単純なような練習に見えますがとてもいい練習メニューだと思います。ブラン監督からの直接指導ですね。ブラン監督から直接指導は結構珍しくて、この日は3時間のうちに3回ぐらいしかなかったですね。本当に選手に自由にさせている感じがします。さっきはブロックした後にスパイクでしたが、今度はレシーブした後にスパイクの練習になっています。まずはスパイク打って逆サイドでレシーブした後に自分のサイドに戻ってスパイクを打つ練習になっております。多くのチームの練習ではレシーブした後に次の動作に移るという練習メニューが少ないような気がします。例えばレセプションの練習だとレセプションをした後は次のサーブが入ってくることを待っていることが多いわけですが、試合中ではレセプションした後は、ブロックカバーに行ったりスパイクを打ちに行ったりと様々な動きをしないといけないので、それを中断させない練習をするというのは非常に有効的だと僕は思います。続いてレセプションですね。レセプションはポンポンと速いタイミングでボールが入って、足を動かしてキャッチするよりもタッチの練習を意識した練習メニューだったんじゃないかなと思います。こちらはスパイクサーブのレセプションになっております。これ下で全日本のスタッフの方々が喋ってるのが聞こえたんですけど、スピード140キロ出てるそうですよ。要は世界と戦うためには140キロのサーブを当たり前のように上げていかないといけないってことですよね。はい、最後にゲーム形式になっております。こちらのゲーム形式の解説については別に解説動画を出しますので楽しみにしていただければと思います。この練習やってることはとっても単純ですね。サーブを打ってボールが落ちたらスタッフの方がチャンスボールかハイセットを出す、そんな練習になっております。指導力を上げるために良ければボールを追いかけるのではなくて全体をぼやーっと見ていただけると選手がどんなやって効率的に動いているのかを把握することができるので僕はお勧めしています。ちょっとだけ解説すると、例えばこのサーブネットインします。レシーブをここで拾ったので、セッターはどこに上げるのかなーって考えながら見るわけですね。これライトに上げるわけですが、どうしてライトに上げたんだろうって考えるわけです。ちょっと戻してみて。スパイカーのこのサーブ一つで、この2枚のスパイカーが死んでるのがわかりますか？膝がついてるので、そもそも攻撃ができないし、バックアタックの彼は動線上に前の選手がいるので攻撃できない。この2枚はもう死んでるわけですよ。ってことは攻撃はここかここしかなくなるわけですね。次は、関田選手のボールの軌道、これちょっと関田選手がインチキなんですよ。これ関田選手がインチキで、ここで止めるから、
体に対して頭が下がってるので、ライトに出すって、この動画を見てるからわかるんだけですが、あまりにもセットアップが上手すぎて、これレフトに振る可能性も全然捨てきれないんですよね。結局今回はライトだったわけで、上手にブロックを1枚にしたのが結果になりますが、関田選手が上手だねで終わっていて、僕たち指導者が見ないといけないのは、ここに打ったら真ん中から攻撃が来ないチームなのかもしれないなーっていう引き出しがあるっていうことが重要なわけです。こんな感じで全体をぼやーっと見ると、より深くバレーボールのことを理解することができます。はい、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ここから先はこのゲーム形式の練習メニューを流していくだけになります。僕のチャンネルでは指導力を上げる動画をいっぱい出しているので、よかったら全部見ていただければと思います。僕も頑張る。だからあなたも頑張ってってことで、本日の動画終わらせていただきます。あやした。
LINE でお友達になっていただけますと、あなたの指導力が爆増する特典をたくさん受け取ることができます。まず一つ目が指導者タイプ別診断です。この診断はあなたの指導者としての素質を4タイプに分類して、適正に合った指導法を学ぶことによって、あなたの強みを活かすことでチームパフォーマンスを最大化しようというのが狙いになっております。そして特典の2つ目は、分析シートをプレゼントさせていただきます。こちらが実際の画面ですが、数字を入れ込むことで自動的にグラフを生成することができます。このグラフを使って弱点を洗い出して課題を作り、その課題から練習メニューを作ることで、よりチームにフィットした練習メニューを作ることができます。そして3つ目の特典が、定期的にお勉強会を開催しております。こちらの資料はアナリストの掛花さんを講師にお招きして、最新のブロックの知識を教わった時の資料になっております。そして4つ目が、黙々分析会です。黙々分析会とは、毎週土曜日の20時から21時の1時間だけ、いろんな指導者さんが Zoom に集まってきて、自分たちのチームをただただ黙々と分析する会となっております。この分析会には当然僕がいるので、しょごさんこれちょっとわかんないんですけどどうやったらいいですかっていうご質問をいただくと、僕がその場で回答するというような疑問をすぐに解決できるっていうことで、すごい人気の会になっております。そして僕はスクールも開講していまして、まず一つ目がバレムビという動画配信サービスになっております。YouTube では論文とか僕が研究したデータとかを紹介するんですが、バレムビではそのデータをもとに実際に僕がどんな風に指導しているのかっていうのをご覧いただくことができます。あなたの指導力を上げるための特典やサービスを受けるためには、まず動画の概要欄を開いていただいて、概要欄の真ん中あたりに LINE 公式アカウントの URL がありますので、ここをタップしていただきますと、先ほど紹介させていただきました特典は全て受けれますし、サービスの詳細もご覧いただけます。僕のサービスを変えようっていう強制とかは絶対にないので、特典を受け取るためにも、まずはご参加いただければと思います。